動画をご視聴ありがとうございます。はい、のりです。本州ですね、ほぼ梅雨に入りました。梅雨中、そして梅雨明け後にですね、発生しやすくなる病気、疫病、サビ病の原因と防除について詳しく解説をさせていただきます。ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。一時期の疫病、6月に入り、そして梅雨に入り、注意が必要な病気、それが疫病です。このパートでは疫病がなぜ発生するのか、どんな条件で広がるのかを解説していきます。まず疫病の正体ですね。これは糸状菌、カビの一種になります。疫病の菌はですね、土壌にあります。実は土壌にあるだけではイチジクはですね、疫病に感染する、発病するということは実はありません。梅雨に入りますとどうしても雨が多くなりますので、雨が降って跳ね返って、雨粒が跳ね返って土壌にある疫病の菌を、含んだ状態でイチジクの実、そして葉につくことによって感染をするという具合になっております。疫病がですね、発病してしまった場合、どのような状態になるかと言いますと、こんな感じです。こちらの映像はですね、数年前、9月の秋雨の時期になるんですけども、疫病に感染した実の状態になります。実に感染しますと、白い粉を吹いたような状態になります。そして実の色もですね、非常に悪くなりまして、紫っぽくなるような状態になります。で、これはもう完全に感染した状態なんですけども、今からですね、疫病になるという状態もですね、実は詳しく見てみるとわかるんですけども、こんな状態になります。この状態はかなりはっきりとわかりやすいんですけども、黒いですね、シミのような状態、波を打ったようなですね、模様がですね、イチジクの実に広がっていきます。これがやがて白い粉を吹いたような状態になります。葉に感染した場合、こちらはすいません、映像がないんですけども、葉がですね、黒っぽい色の状態になりまして、そこがですね、破れやすいような、なんて言えばいいんですけどね、葉自体が長時間水に浸かったような状態っていう表現すればよろしいんですかね。そのような状態になって葉が破れやすい状態になります。先ほど申し上げました通り、疫病っていうのは雨の跳ね返り、土壌のですね、疫病の菌を捕まえて、実とかね、葉について感染していくので、疫病が発生する場合は下からです。下から上の方に向かって徐々に感染が広がっていくという状態になります。発病したままですね、置いておくとどのような状態になるかと言いますと、先ほどのように白く、吹いた粉の実がですね、どんどん上の方にですね、移っていくんです。で、結局その枝全部感染してしまうという状態になります。さらにね、放っておくと、隣のですね、枝の実にも感染していって、どんどんエリアを広げていくという状態になります。そしてですね、その感染した実っていうのは最終的に全部落ちます。では次、疫病がですね、発病してしまった場合の処理についてなんですが、どうすればいいか。まず、疫病になった葉、そして実というのはですね、速やかに塩害で処理してください。そしてですね、先ほどの予兆ありましたよね。黒いシミのようなものが、その疫病の実の周りですね、横の枝の実であったり、上部の実にですね、そのような形跡がないかっていうのを注意深く観察をしてください。もしですね、そのような予兆が出ている場合は、その実もですね、速やかに除去して廃棄をしてください。そして2、3日観察をして、疫病がですね、広がらなければ大丈夫というふうになります。で、もしですね、感染してそのようなシミのようなものがない、波紋が出ているような状態まで至っていない、そういうことももちろんありますので、心配なのであれば、その疫病に感染した実の上の実ですね、何ともないというふうに思っても予防ということで、それも破棄していただくっていうことでも大丈夫です。私もですね、様子を見てですね、これはちょっとまずいなと思ったら上の方ですね、2個、3個ぐらいまでですね、除去するということはあります。次に疫病の対策ですね、どのようなことをすればいいか。雨が降ることによって土壌のね、疫病の菌を含んだ雨粒が葉とかね、身につくから、疫病になりやすくなるわけなんですね。でもそれは長時間ですね、濡れていると発生しやすくなるんですね。発生するリスクが高くなります。なので素早く乾くというような環境であれば、多少ですね、雨が降っても疫病になるということはありません。つまり素早く乾く環境としますと、風通し、日当たりがですね、良い状態に
しておくということになります。これはね、春からね、剪定であったり芽かき、そして今誘引作業もね、やられているかと思うんですけども、その辺はですね、問題ないかとは思うんですけど、再度ですね、確保できているかっていう確認が必要になります。地植えの場合ですと、水はけも非常に重要になります。雨が降った後にですね、土壌がですね、素早く乾くように、いわゆる排水処理ですね、排水溝をしっかり作ったり、あとは雨の跳ね返りがないように敷き藁等をですね、引いていただくことによって、雨粒が跳ね返らなくなるので、これもですね、疫病のですね、発生のリスクがかなり下がります。で、もう一つ、これはちょっと今からでは難しいんですけども、イチジクの棚ですね。棚を高くするということです。跳ね返りの雨粒がつくので、疫病になるので、つかないような高さまでですね、確保できていれば疫病っていうのは発生しにくくなります。私としてですね、疫病対策でやっているのは、今言いました通り、日当たり、風通し、そして水はけを良くする。それにプラスして殺菌剤を散布する予防を行っております。今はですね、梅雨の時期になりますので、10日に一度ですね、散布するような状態にしてるんですけども、有名な薬剤とすれば、ゼットボルド、ダコニール1000、アミスタテンフラブル、そしてレーバスフロアブル、ランマンフラブルっていうのがありますね。今申し上げたのは全てイチジクの疫病に対して効くというふうになっておる農薬になっております。一般的なですね、予防効果っていうのはだいたい7日から10日というふうに言われています。なのでうちもですね、10日間隔で散布するという具合に増しております。殺菌剤の種類によっては耐雨性とかですね、残効性が高いというようなものもありまして、その場合ですと2週間ぐらいですね、持つというふうに言われております。先ほど紹介した中のレーバスフロアブルっていうのが耐雨性、残効性が高いというふうになっております。で、ランマンフロアブルっていうのは予防効果もあるんですけども、発病後にもですね、有効な殺菌剤となっております。ただし、完全にですね、治す治療薬的ではありませんので、あくまでも被害を広げないっていうような位置づけになりますので、やはりですね、疫病に対する殺菌っていうのはやはり予防っていうのが一番いいですね。で、もしですね、こういう殺菌剤を使う場合は説明書ですね、しっかり読んでいただいて、希釈倍率をですね、間違わないように散布をしてください。次にですね、サビ病についてです。このパートでは、サビ病の原因と防ぎ方について解説をさせていただきます。サビ病の正体は糸状菌の一種、サビ病菌となります。湿度が高い環境ですね。特にですね、梅雨や下校、夏にかけて発生しやすくなります。発病してしまった場合ですね、どのような状態になりますかと言いますと、葉の表面、裏側もそうな、葉の裏の方が分かりやすいですかね。小さい点、サビ色ですね。サビ色の斑点がつきます。その後ですね、菌なので胞子を形成して風などにですね、乗って周りにどんどん広がっていくという状態になります。病気が進行すると葉の方は黄色くなる。そして落葉する状態になります。もう枯れたような状態で落葉する状態になります。こちらはですね、視聴者さんから以前ご提供いただいた写真になります。この畑ですね、すべてサビ病の被害に遭いまして、この土地はですね、実はこの方、収穫を諦めたそうです。なぜここまでですね、広がったかと言いますと、実はこの方ですね、サビ病が出た時にですね、ちょうどコロナに実は感染してしまいまして、畑の方にですね、出れなくなったと。そしてコロナがですね、感知して畑に見に行った時にはもうすでにですね、このような状態でもう手がつけられない状態にまで感染が広がっていたということになります。一応ですね、すぐにですね、この状態で農薬散布をですね、2回ほどやられたそうなんですけど、もう全く改善することがなく、先ほど言いました通り、その年のですね、収穫は諦めたという具合におっしゃっておりました。サビ病がですね、発生した場合どうすればいいのか。サビ病かと思われるようなですね、葉が出た場合、その葉はですね、速やかにですね、塩害で処理です。絶対に畑に残してはいけません。で、予防の方はですね、湿気が多い場合ですね、どうしても発生しやすくなりますので、いわゆる日当たり風通しを確保することによって、サビ病というのはかなり防ぐことができます。もう一つの方法としまして、殺菌剤を利用する。私の方もですね、実はこちらの方ですね、殺菌剤の方を利用させていただいております。サビ病にですね、効く有名な農薬といたしまして、アンビルフロアブル、ダコニール1000、アミスタ10フロアブル等があります。アミスタ20フロアブルっていうのもありますけども、こちらは果樹ではなくて野菜専用となっておりますので、イチジクで利用されたい場合はアミスタ10フロアブルを選択してください。サビ病もですね、疫病と同じです。
予防が一番です。発病してからですね、行うっていうのはですね、やはりなかなか難しいので、出る前、予防殺菌っていうのがおすすめになります。以上、今回はこの時期にですね、注意が必要になる病気、疫病、サビ病について解説をさせていただきました。今のところですね、今年の梅雨はですね、空梅雨というわけではありませんので、しっかりね、雨が降りますので、この2つの病気に関しては発生のリスクがやや高いのではないかなというふうに私は思っております。このチャンネルをご覧になっている皆さんはですね、イチジクが大好きで栽培をされておりますので、日々ですね、イチジクをよくですね、観察をされているかと思います。なので、病気のですね、早期発見できるというふうに私は思っております。皆さんのところでですね、このような病気になる場合、なる場合って変な言い方ですね。皆さんもですね、このような病気に対してですね、どんな工夫をされておりますか？ぜひですね、コメントでですね、教えてください。この動画が良かったらですね、ぜひ高評価、チャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方をして応援の方よろしくお願いいたします。ログインをせずにですね、ご覧になっている方、テレビの方でですね、ご覧になっている方もいらっしゃると思います。その方はですね、ぜひですね、画面の向こうで良かったねっていう風にですね、していただければとっても嬉しいです。動画の最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。